ネパールにはイギリス軍が現在でも雇用を続けている最強の傭兵がいることをご存知ですか？今回は現在も世界的に大きな活躍を果たしている最強ネパールグルカ兵について深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。 今回の動画ではネパールが誇る世界最強の戦士グルカ兵についてお話ししていきたいと思います。もしかしたらこの名前を聞いたことがあるって人は結構いるとは思うんですけども、その実態を詳しく知っている人はあまりいないのではないでしょうか。何が最強なのか、なぜ最強なのかについてですね、もう詳しく深掘っていきますので楽しみにしていてください。あとおそらく皆さんが聞いたことがある言葉としてゴルカというものもあるんですけども、今回の動画ではグルカ兵、ゴルカ兵、ここに大きな差はつけずにですね、やっていきたいと思っています。専門的な観点から見るとこの2つっていうのは違うらしいんですけども、今回はそこを取り除いてまとめてグルカ兵という言葉を使っていきたいと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひチャンネル登録とコメント欄の方で応援していただけると幸いです。では早速内容に入っていきましょう。そもそもネパールはかつてグルカ朝と呼ばれていた時代がありました。そんなグルカ朝と当時世界の覇権を握っていたイギリスが戦争を行ったことで、このグルカという名前が世界に広まりました。なので当時はネパールのどこかの民族をグルカと呼んでいたのではなく、そのイギリスと戦っていたネパール人全体をグルカと称していたみたいです。ではグルカの何が最強なのか、そしてなぜ最強なのでしょうか。そこを理解するためにはまずグルカ兵がどのような傭兵なのかを知る必要があります。グルカ兵とは古くから歴史を持つネパールが誇る山岳傭兵です。その戦闘力の高さからイギリス軍やインド軍、シンガポール警察、国連平和維持軍など様々な国や機関において多くのグルカ兵が雇用されています。現代は小学生程度の子供の頃から格闘技や語学をはじめとした基礎教育を受けさせるための専門学校が特別に存在しています。驚くべきなのはグルカ兵は徴兵制でも志願制でもなく、スカウト部隊が山蔵を巡回する方式をとっています。なのでこのスカウトをする人たちに一目置かれないとなれないっていう条件がまずここにあるんですね。もう最初からドラフトみたいな感じですよね。もう大学の引き抜きとか高校の大会とかね、部活行くといるじゃないですか、あの子いいねみたいな。僕は水泳やってたんですけど全然声かけられなかったな。ショック。そしてこのスカウトされた兵士たちはですね、今グルカ兵として世界最強と呼ばれているんですけども、具体的には何が最強なのでしょうか。ここでは分かりやすく、まずはグルカ兵がどのような場面で活躍してきたのかをご紹介いたします。グルカ兵という名前を世界に広めた出来事として1800年代初頭のグルカ戦争が有名です。相手はその時代世界の様々な地域を植民地化していたイギリスの東インド会社。結果はイギリスが勝利したものの、グルカ兵の戦闘力の高さに感銘を受けたイギリスはイギリスでグルカ兵部隊を作りました。グルカ兵はイギリスに雇用されて以来様々な戦いに従軍してきました。当時イギリス領だったインドの傭兵が起こしたセポイの大反乱の他に、第一次世界大戦では20万人以上のグルカ兵がイギリス陸軍に従軍し、約2万人の死傷者という結果にはなりましたが、約2000件もの勇敢賞を受賞したそうです。そう、戦争に20万人行ったのにもかかわらず2万人しか、いやここではしかっていう言葉を使わない方がいいのかもしれないんですけども、戦争において行った軍の 10% っていうのはだいぶ少ない数なんですよ。この 10% しか死傷者が出なかったっていうことに関して、また実績っていうところが非常に評価されて、この2000個もの勇敢賞、あなたすごいですね、これ良かったですねっていうですね、2000個もの賞がですね、このネパール人グルカ兵たちに渡されたんですね。その後グルカ兵の数はどんどんと増加し、グルカ部隊はネパール政府によりイギリス最高司令部の管理下に置かれ、あらゆる戦線での任務に就きました。
また第二次世界大戦ではオーストラリア軍と共に参戦しました。第二次世界大戦後にはイギリスとアルゼンチンの間で起こったフォークランド紛争時に参加したり、アフガニスタンやイラクなどにもイギリス軍として従軍しました。近年では軍としての雇用だけではなく警備要員としても重宝されています。2018年の米朝首脳会談ではトランプ大統領とキム委員長を護衛する部隊として派遣されていました。それだけ大事な場面に居合わせることができるということは、世界中から信頼されている兵士ということが分かりますね。また民間軍事会社に勤めるグルカ兵は月給約1000ドル約15万円とネパールの中でもかなり高い時給の仕事をされています。実際にこれをネパール1人当たりの GDP と比較すると、ネパール人は年間約1200ドル、いわゆる18万円程度と言われています。こちらは年間の額です。先ほど挙げたグルカ兵は月給にして1000ドル約15万円を稼いでいるので、およそ10倍以上の給料の差があることが分かります。流暢に英語が話すことができること、軍の規律を守ること、そして戦闘力に長けていることが彼らが世界的に重宝されている理由だと言えます。ここまでグルカ兵の具体的な功績を紹介してきましたが、ではなぜグルカ兵はこんなにも最強なのでしょうか。実はその謎の解明にはネパールの地形が関わっているんです。グルカ兵が本来住んでいるネパールは国自体が山岳地帯で、中国の国境である北部には皆さんのご存知世界最高峰のヒマラヤ山脈があります。グルカ兵は山岳民族特有の小柄な体格が多く、俊敏性に富んでいます。その速さを分かりやすく説明すると、普通の体勢から射撃する体勢に移るまでなんと 0.5 秒しかかからないそうです。普通の体勢から射撃するこの瞬間まで 0.5 秒ってね、おそらく射撃なのにもうガチャ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 とかやってもう目覗いてるんでしょうね。これを 0.5 秒ってやばいですね。体力では他の軍隊とは劣るものの、山岳部や傾斜地でのパフォーマンスは他の民族や人種よりもはるかに高いそうです。これらに加え非常に勇敢な性格をしています。まさに小さな国ネパールが生んだ小さな巨人ですね。うまいガイさん。そしてグルカ兵はククリと呼称される刀身が内側にくの字型に歪曲した独特な形状の刃物を携帯しています。ククリは農作業から狩猟までを一本でこなせるネパールやインドで発展した超万用型ナイフです。2011年、家族の目の前で40人もの屈強な男たちに輪姦されそうになっていた少女をククリ一本で救った男性がいたそうです。この最強の武器と最高の環境で育ったグルカの人はもはや世界で最も強いと言っても過言ではなさそうです。世界最強の体を持っている、もう生まれながらにして地形に恵まれ最強の体を持っているところにめちゃめちゃ強い武器が備わったっていう状態ですよね。こりゃ強いわ。さらにはグルカ族には一度抜いたククリは血を吸わせてからでなければ納刀してはならないという脅し文句的な英語圏のジョークがあるほど、イギリス人にとってはグルカは一目置かれる存在だったんです。そんなグルカ兵ですが、外国の軍隊を退役すると強制的に自国ネパールに帰らされるそうです。こんなに国外で活躍しているがゆえに、国内ではとても良い待遇を受ける存在である彼らの実態は実は残酷で、イギリス軍などの退役年金と比べてはるかに少ない傾向があるみたいなんです。やはりこの世の中全てがビジネスになってしまっているので、いかに労働力を安く使うかっていうところに、経営者たちの企みがあるっていうのが伝わってきてしまいますよね。そして退役したグルカ兵たちはもちろん年金がもらえるんですけども、この年金だけでは生活が苦しい場合は国内外で新しくビジネスを始めたり、民間の警備会社と契約して再びグルカ兵として仕事を行ったり、はたまた自らの足で紛争地帯に向かう人もいます。現在続いているウクライナ戦争でも従軍しているグルカ兵たちがいるみたいです。イギリス軍に従軍したグルカ兵の給料格差、そして年金格差は非常に大きいものがあります。厳しい選抜の末に選ばれたグルカ兵はネパールの人々にとって非常に誇らしい存在でしょう。そんな存在だからこそ退役した後のキャリアっていうのも、その道もしっかりと保証してある制度があればめちゃめちゃいいなって思います。ネパール変わってくれ。
世界で大活躍するグルカ兵の真相と現状をお分かりいただけましたでしょうか。今後もグルカ兵の活躍に期待しつつ、今回の動画はここで終わりたいと思います。今後も皆さんにネパールのことをどんどん知っていただくために情報発信を続けていきたいと思います。そのためにもぜひチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくださるとめちゃめちゃ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.